皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回紹介する動画はコットンタイム1月号に掲載のこちらのおうちのキーケースを紹介していきます。こちらのおうちのキーケースは私が活動を始めた頃からですね、作っている完全ねオリジナルのデザインのおうちのキーケースになっています。ちょっとこの角の部分がですねカチッとしてなくてふにゃってなっているところが特徴的なデザインです。で今回動画の方で紹介していくのはこちらのキーケースになります。小さな歯切れを窓に見立てて縫い付けています。で裏面はこんな風にして無地の生地に揺らぎステッチを加えてみました。こういうねちょっとミシンのステッチでアクセントになるよという方法を皆様の方にお伝えできればいいなと思っていますので、一緒に作っていただけたら嬉しいです。でミシンで縫うところもですね手縫いで変えて作ることもできるようなレシピになっていますので、よかったらお時間あります時にテレビを見ながらですねゆったりした時間でチクチクも楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。今回は屋根だけ先にカットしてあります。まずストライプ内布になります。幅が10センチ、縦の長さが12センチ。こちらを2枚準備します。でこちらは本体の後ろ面になります。後ろ面も長さ同じで幅が10センチ、縦が12センチになります。そしてこちらは接着キルトになります。片側が接着になっているキルトになります。こちらは全体を1センチずつ減らして横の長さを9センチ、縦の長さを11センチにしています。そしてこちらのワックスコードは太さが2ミリ程度のもの、長さ50センチ準備しています。で窓にするサイズなんですけれども、こちらはおおよそなんですが、だいたい幅が4センチ、縦が3センチほどになります。お好みでタグなどご準備ください。あとキーリングの方もご準備ください。それでは裁断方法の紹介をしていきます。こちらの内布は2枚重ねます。この斜めの線を引きます。反対側も同じようにして2枚重ねた状態でここを切ります。同じようにしてこちらも屋根を作ります。そしたらまず屋根と本体を合わせます。端から7ミリを縫います。今回は重機の EX7 家庭用ミシンを使用します。はい、そうしたら縫い代をこの屋根の側に倒します。しっかりとコロコロオープナーで折り目をつけておきます。このはみ出た部分は切り落としておきます。そうしたら際を縫います。そうしたら今度は窓をつけていきます。窓はお好みで、例えばこういう風に真ん中に留めてもいいですし、例えばこういう風に下に留めてもいいし、脇にしてもいいかなと思います。こういう柄の出方によって位置を変えてみてもいいかなと思いますので、お好みで調整してみてください。今回は本の通りに進めていきますので、このまま中央に留めていきたいと思います。で実際にはここが縫い代で隠れてしまうので、例えば定規を使って7ミリのところを隠しておくと、だいたい真ん中がどの辺りになるのかなっていうのがわかるかなと思います。でそうやって場所が決まったら仮留めの糊などを使って軽く留めておきましょう。
そしたら糸を今度は茶色に変えます。この周囲を縫っていきます。縫い方としては、まず最初にここから縫い始めて、ぐるっと一筆書きを描くようにして縫っていきます。でこの中央に来たところで下に折り、上に上がり、ここ真ん中まで来たらこう行ったり来たりするっていうやり方をしていきます。そうしたら最初の糸を切ります。で今度はここの最初の縫い目のところに来るように合わせていきます。はい、そして上に上げて、ここからは揺らぎステッチと同じような方法になります。最初のここの真ん中までは縫い目を重ねて縫うようにしましょう。でここからは少しずらして縁を縫うような感じのイメージで二重にしていきます。ミシン目を二重にしていきます。ここはあんまり揺らぐとずれちゃうので、くっついたり離れたりするぐらいにしておきましょう。でちょうど真ん中に来たところで針を止めて押さえを上げます。でこれで下ろした時にこの窓の中央に来てればそのまままっすぐ降りていきます。来てなかったらもう一度調整します。でまっすぐ下に降りてここまで来ます。でもう一度同じ位置に戻っていきます。ここまで来ます。今度はこの窓の真ん中まで来て針を止めます。で押さえを上げてここで下ろします。そしたら前に進めます。で今度は反対まで来てここまで縫いましょう。そしたら今度はここまで縫います。もう一回重ねて縫っていきます。はい、そしたらまた押さえを下げてここの中央まで来ましょう。そしたらまた真ん中のところに戻っていきます。そしてもう一度下に折りましょう。ここら辺は大体でいいんですけど、いい位置で止めていただけたらと思います。ちょっとね回数多くなっちゃったんですけど、じゃあこの辺りで止めます。で返しにしてできたところです。ちょっとねここ重なり多くなっちゃったんですけど、ステッチなので自由に一筆書きで描くように留めてみてください。そしたら同時にこの脇に挟むタブの方も仮留めをしておきます。だいたいここ縫い代入りますので2センチくらい上のところに留めます。はい、これで縫い終えたところになります。そしたら今度後ろ面の処理をしていきます。本と同じようにする場合は後ろ面にも窓をつけてもいいかなと思います。今回はせっかくなのでこちらの方法を紹介したいと思います。こういう感じでちょっと揺らぎステッチでミシンの刺繍のような感じのイメージで柄を描いていきます。だいたい入れる位置に自分で少し線を入れておくとやりやすいかなと思います。最初にこちらを縫ったらこちらを縫うという風にしていきます。こちらは、他の動画でも紹介してるんですけれども、揺らぎステッチになります。まず1本はまっすぐこの線の上を縫っていきましょう。
際まで来たら一回押さえを上げます。で最初の糸を切りましょう。はい、そしたら少しねくっついたり離れたり揺らぎながら縫っていきます。ではもう1本縫います。こういう感じでちょっと1本の線描くような感じになってきます。今回くっつきすぎたので少し離してみたりしてで最後返し縫いします。はい、そうするとこういう感じのちょっと遊び心のある線になります。そしたら今度は横線も入れていきます。はい、これで縫い終えたところになります。そしたら、こちら先ほど出来上がった方にも接着キルトを貼っていきます。接着キルトを貼るときはクッキングシート合わせると熱の伝わりがいいかなと思います。ここでしっかりと接着をしておきます。これで外布のパーツが仕上がったところです。でこの後ですね、こちら縫い合わせているのでサイズが合ってるかどうかをもう一度確認しておきましょう。内布を重ねます。それぞれこのように中表に重ねましょう。家庭用ミシンの押さえの端を利用してこのような感じで布の端を合わせていきます。そうするとだいたい 7,8mm で縫えるようになります。これ以降もこの押さえの端を活用していきます。はい、では縫い終えたところになります。そうしたら縫い代を倒すようにして表にします。縫い代はこの内側寄りに倒します。でしっかりとコロコロオープナーで倒しておきます。中表に重ねましょう。でこの脇のところだけ交互に倒しておきます。で待ち針で留めます。こうやってやっておくと表にした時に脇のこの縫いずれが防げます。では両脇が止まったところで返し口を作ります。返し口は4センチほどにします。縫わないというふうにバッテンを書いておきましょう。そうしたらこの屋根の部分をだいたい 7,8mm ほど折っておきます。で反対側も同じようにして折り返しておきます。そしたらそこを待ち針で留めます。内布は縫い代 1cm 折ります。はい、このような感じになります。そうしたら返し口を残してこの屋根のこの開き口を残した状態で周囲を縫います。そしたら返し口から縫い始めます。しっかり返し縫いを入れておきましょう。こんな風に押さえの端を布端に合わせて縫うと目線の目安になるので、是非ね試してみてください。この脇のところはズレがないように確認しながら縫っていきます。返し縫いもします。でちょうど屋根の終わりのところで押さえを上げます。で方向を変えていきます。はい、これで縫い終えたところになります。家庭用ミシンの場合は押さえの端を活用すると非常に縫いやすくなりますので、ぜひ活用してみてください。そしたらこの返し口から表にしていきます。ちょっとこう折り目をつけておくと返し口閉じやすくなると思います。非常にね返し口小さいので出しにくくなるんですけれども、そういう時は引っ張り出すというよりは布をこう押し出すような感じでやっていくとうまくいくかなと思います。じゃあこんな感じで可愛い子が生まれました。屋根の形もねちょっとここでしっかり整えていきます。
そしたらこの内布を中に入れるんですけれども、この部分ゴワゴワしやすいので、この部分しっかり開いてから内側に倒しておきましょう。そしたらこの返し口の部分を手縫いで閉じておきます。この字閉じをします。この字閉じの縫い方はこういう風に折ったところですね、ここをちょっとすくうようにして 2,3 ミリすくうようにしながらこうやって縫っていきます。カタカナのこの字を描くようなイメージです。で、垂直に反対側を縫っていくことでこの縫い目が見えなくなってきます。ちょっと引っ張るとよりね、もう締まってきますので、ミシンで際を縫うこともできるんですけれども、こういう小物の場合はこんな感じで返し口をきれいに閉じてあげると仕上がりもきれいになります。全くね、縫い目が見えない状態の仕上がり方になっています。で、最初に出した針のところに針をもう一度戻してあげて、玉結びを内側に入れます。で、糸を切ると綺麗な仕上がりになってきます。そうしたら今度は屋根の部分の処理をして仕上げていきます。で、こんな風に内布を引っ張り出したら、ここの屋根の部分を揃えていきます。ちょっとここね、やりにくいんですけれども、頑張ってやってみてください。あとは目打ちなどで整えておきます。そしたら仕上げに屋根にステッチを入れて、この部分を留めていきます。両サイドは開いたような状態になっていますけれども、このような感じでちょっと簡易的に閉じていきます。で、この内布と外布がこう待ち針で止まっているところで刺繍糸などを使って縫い留めていきます。で、玉結びは内側になるようにして糸を通していきます。で、ここで全てをつまみながら閉じます。2、3回ぐらい同じ位置を縫っていきましょう。で、今度はこのぐらい縫えたところで反対側はこう糸を通して同時に縫っていきます。同じぐらいの場所に出ていくようにして針を出します。同じようにして全てを留めていきます。最後の玉結びはこの真ん中に糸を出して留めます。はい、じゃあこんな感じでできたところです。ここの部分は空いてるので、もし気になる場合は先ほど紹介したようにこの字閉じで閉じておくともうちょっとね、より綺麗かなと思います。少しね、やりにくい部分にはなっていきます。そしたら仕上げにキーリングを通していきます。こんな感じで縛ったら紐通しに挟み込んでいきます。はい、これで完成です。お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。小さくてね、可愛い布小物なんですけど、やっぱりね、小さいので手間もかかるし、細かい作業が続いたかなと思います。でも出来上がると可愛いですよね。で、こんな感じで引っ張るとキーが出てくるんですけど、この部分なんですけど、こう紐でね、抜けないようにちょっと意識しながらこの留める位置を決めていただけたらと思います。ちょっとカチッとしてなくって、ちょっとふにゃってしてるのが特徴的なお家のキーケースになっていますので、よかったら皆様もご家族に作ってあげたり、お友達にプレゼントしても喜ばれると思いますので、是非このレシピがお役立ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。動画が参考になりましたら高評価とコメントの方もお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。